三浦久則です。三浦久則の防災教室、今日は12回目となります。これまでですね、迫り来る首都直下地震、南海トラフ巨大地震ということで、南海トラフ巨大地震を中心にお話ししてきました。どれくらいの震度になるのか、あるいはどれくらい揺れるのか、また特に津波についてはですね、ここ数回お話をしてきましたけれども、こういう揺れあるいは津波でどういう被害がどれくらい起こるのかという話をこれからしていきたいというふうに思います。で、あららら。これはですね、これまでお見せしました南海トラフ巨大地震のモデルというもので、これが東日本大震災の前に公表されていました東海地震の断層、東南海地震の断層、南海地震の断層ですけれども、東日本大震災を受けまして、これ以上のことはもう起きないだろうという最大限のですね、断層を想定されました。これが南海トラフの震源モデルです。で、こちらにありますのが津波を考えるときにはですね、この部分も考えましょうということで考え出されたモデルです。で、このモデルですけれども、どのように決められたかといいますと、南海トラフの巨大地震モデル検討会、これが平成23年8月に内閣府の中に設置されました。ここで最新の科学ですね、これを集めまして、その最新の科学の成果に基づきまして最大クラスの地震、揺れですね、それから津波の検討が行われました。で、この最大クラスの地震津波の検討結果がですね、平成24年3月31日に第一次報告、24年8月19日に第二次報告として公表されています。これはホームページでですね見ることができますが、ここに最小50メートルメッシュ、最小10メートルメッシュと書いてありますけれども、このメッシュといいますのはですね、この揺れとか津波の高さを計算するのに非常に高精度なコンピューターを使う必要がありますが、その時にこのようにですね格子状に区切りまして、その接点ごとに答えを求めていくということが行われます。で、非常に広い範囲を使う時には解析する時にはですね、メッシュの幅が非常に広いメッシュで、狭い範囲ですね、だんだんこれ山口県の例ですけれども、非常に県の東部複雑な形をしておりますけれども、その時にはですね160メートルから10メートルという非常に細かいメッシュまで使われます。もちろんこのメッシュが小さいほど精度が高くなるということになります。それではですね、このように求められたモデルに対しまして、じゃあ被害はどうして求めるかということなんですけれども、こちらはですね南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループというものがですね、平成24年4月に中央防災会議の防災対策推進検討会議において設置されまして、取り組むべき対策、特に津波の検討が行われました。ちなみにこの中央防災会議がですね日本の防災の一番中心的な役割を果たすところです。で、こちらの検討結果もですね平成24年8月29日に第一次の報告としまして、主に建物の被害と人的な被害、そしてその翌年ですけれども3月18日に第二次被害ということで施設等の被害および経済的被害、こういうことが取りまとめられています。で、今回のですねこの被害想定の性格というものもまとめてありまして、まずですねこの被害想定が対象とした南海トラフの巨大地震モデルの検討会ですけれども、この地震はですね最大クラスということで、1000年に一度あるいはそれよりももっと低い頻度で起こる地震ということで、めったに会うことはないんだけれども、こういう地震も可能性がないことではないと、そのような地震を想定しています。そして東日本大震災の教訓を踏まえまして、このような地震が起こりますと、とんでもないことが起こるわけですけれども、その時でも何としても命を守ると、そういう立場でですね、この被害想定が行われています。そして被害の様相やおおむねの規模を認識共有し、効果的な対策を検討するための資料として
こういう推定を行った想定を行ったということですけれども、まずいろんな対策を立てるためにはですね、相手を知らなければいけません。ですからその相手を知るためにこの被害想定をして、そのおおむねのどういうことが起こるのか、あるいはどういう規模で被害が起こるのか、こういうことをまず知りましょうと。そして敵を知ることによってその効果的な対策を考えましょうと。そのための被害想定だというそういう位置づけですね。そして巨大地震津波が発生した際に起こりうる事象を冷静に受け止めると。そして正しく恐れる、恐れるだけではなくて正しく準備をするということが必要になってくるわけですけれども、正しく恐れる。その上で行政のみならずインフラ、ライフライン等の施設管理者、企業、地域および個人が対応できることを見極め備えること、そのための被害想定だということですが、これを見ますとですね、日本人全体で対応をしなければいけない、対策をしなければいけない、準備をしなければいけないということになります。では次回以降ですね、どのような災害がどういう規模で起こるかということをお話ししていきたいというふうに思います。